はい、どうも、てれんです。皆様、お久しぶりでございます。ちょっともうそろそろ僕のこの YouTube チャンネルにキノコ入るんじゃないかなと思うぐらい、結構長い期間、放置しちゃいましたけど、お蔵入り動画を量産したりとか、ちょっとお役所関係で動いていたりとか、あとちょっとメンタルプッチンプリンしまして、久々に。ちょっと心の充電期間に入っておりました。で、いつの間にか11月にも入っておりまして、結構もう朝晩ね、冷え込んできたかなっていうタイミングでもあるので、今回はお鍋にしようかなとも思ったんですけど、ちょっとこの1ヶ月間、すさんだ生活をしておりましたので、なんか無性に体にいいものが食べたいってなった時に、なんかね、久々に納豆が食べたくなったんです。もう季節感も何もありませんけどね。まあでも食べたくなっちゃったもんはしょうがない。というわけで早速、本日も作っていきましょう。それでは作っていきましょうか。うわー、なんかこの感じ久々。本日なんですけども、メインは納豆ご飯ということで、丼と納豆。はい、おしまい。っていうのはさすがに物寂しいので、一応今回のお献立としましては、ご飯と汁物と、あと主菜、あとおひたし納豆っていうこんな感じで考えております。だからあれですね、ご飯の他に汁物が1個とおかずが3つ。だから一汁三菜ですね。和食って感じ。で、汁物はお味噌汁で、そこに大和芋を加えてとろろ汁みたいな、そんな感じで。んで、おひたしはオクラのおひたし。で、メインとなるおかずは、この時期鮮魚店とかスーパーでよく並ぶタラ。そちらのタラを使って唐揚げ。今回はこういった布陣で行こうと思っていた時期が僕にもありました。そしてレシピも作っておりましたが、これはもういりません。全部変更です。なんでかと言いますと、つい数時間前に、今回調理するタラの内臓とか鱗とか、そういった仕込みをしてたんですよ。そうしましたらですね、なんとこの子男の子でした。嬉しすぎる誤算ですね。で、一応カメラも回したので、まだカメラ回すぞって気合の入っていないふぬけた谷崎の映像へどうぞ。いや、ちょっとこれは聞いてない。ですね、今撮影の準備をしてて、今回タラを使う予定だったので、内臓を想定してたんですよ。で、今回こちらのタラ1本で1000と200円でしたんで、まあ間違いなくメスだろうなと思ってたんです。だから卵が入ってると思ったんです。で、今開けてみたら、はい、がっつり白子でした。嘘やん。うわぁ、いっぱい。マジで僕白子を引き当てたの今回僕初めてなんですけど、ちょっとこれはもう内臓ごと全部一気にベルッと剥こう。エラの付け根外して、この頭の上の骨とつながってるこのエラのもう一個のつながりも外して、はい、せーの。はい、お腹の中空っぽ。てか今回購入した鮮魚店の方もまさか白子がこんなに入ってると思ってなかったんでしょうね。普通に購入するときにどうします？中出しますかって聞かれましたからね。ラッキーでしたね。で、こちらが内臓たちなんですけど、苦手な方ごめんなさい。で、今回ちょっと水圧で多分胃袋がプリンと出ちゃったんでしょうね、お口の外に。だからこの胃袋とこの腸がつながってるので、お尻の方まで。まずは腸たちをパツンと。で、はい、こちらが白子たちですね。で、こっちが肝。でもって、僕の大好き胃袋。残りの子たちはバイバイ。というわけで今回はこんなラッキーな副産物が生まれました。では多分何時間後のまだ調理をしている手根先の方へどうぞ。いやー、びっくりしましたね。しかもよく見てほしいんですけど、ひだが大きいんですよ。やっぱこの時期特有の生のこのうっすらピンクがかったこの太い筋の白子、最高です。これでどんぐらいだろう。だいたいこのくらいのサイズ感でスーパーで400円とかで売られるので、だいたいこれで4000円とか末端価格、そのくらいになるのかな。今回この子1000円だったんですけどね、めちゃくちゃ得した。ということで今回メニューを大幅に変更いたします。でもとりあえず納豆は今回僕大量に購入しちゃってるので、納豆は残すとして、今回はご飯とお吸い物と、んでメインにタラの唐揚げ、あとはここに焼き白子&白子ポン酢、そして納豆。今回はこういった布陣で参ります。まあただ今回白子が1匹分ですんで、今回そんなにいっぱいは作らないかなと思います。よっしゃ、そんなら今回も張り切って参りましょう。じゃあまずはいつものやつですね。今回も要所要所でお出汁を使いますので、いつも通りカツオと昆布の合わせ出汁。まずは一気に70度。70度になったらあとはこのまんま1時間キープ。冷たい状態で出る昆布の旨味と70度ぐらいで出てくる昆布の旨味、それを両方とも引き出す引き方ですね。というわけで1時間経過。それではいつものやつ参ります。合わせ出汁における出汁の引き方講座。はい。拾う、沸かす、ぬめりをすくう、一度火を止めかつお節。はい。拾う、沸かす、ぬめりをすくう、一度火を止めかつお節。
じゃああとはさらしもしくはリードペーパーでこせば、はい、いつもの。で、今回はこちらのお吸い物というかすまし汁、そちらに使っていくんですけど、せっかくのいい白子ですんで、あまり香りを邪魔しないように小さじ2くらいの薄口醤油で、色味はこんな感じの色味で、あとはお塩で塩分調整。いや、さすがに上品すぎた。さらに小さじ2の薄口醤油追加。大体 1.5 リットルのお出汁に対して薄口醤油小さじ4、お塩適量。これですごくオーソドックスなすまし汁。あとは白子を加えて、あとなんか冷蔵庫の中に良さげな具材があればそちらも入れて、すまし汁注いで、これで完成。で、続きましてメインとなるタラの唐揚げの仕込みですね。ちなみに今どういった状態なのかというと、鱗は一旦全部きれいにして、タラの鱗ってすごく細かいので、鱗取りとかこの包丁でこうカチャカチャしてもらってもいいんですけど、なんだかんだたわしりとか体たわしとか、そういったものがすごく早いと思います。で、こちらのタラ、お腹の腹膜っていうかな、ここに黒い膜がベタッとくっついてるんですけど、普通に水洗いしてればそれも勝手にペロンと剥がれますんでね、ちょっと見た目上あまり良くないので。やっぱあれですね、タラは白子を抜くとすごくお腹がペラペラになりますね。ここもここで美味しいですよね、タラはね。じゃあまずはこの頭でっかちな頭から外していきます。でこちらのタラ、表面上めちゃくちゃヌルヌルしてますので、こちらを全部たわしなんかでこすってぬめりを取ってもらって、で扱いにくいなと思ったらこの下にキッチンペーパー1枚かましてあげてください。それと固定されますので。でタラは結構歯が鋭いので、ここをこうやって持たないようにお気をつけください。持つときはちょっとかわいそうですけど、この目玉のとこをこうやって持ってあげるとすごく持ちやすいと思います。じゃあ今回はまずはここの釜上からまずドスンと頭を落として、あと釜は釜で取って、よっこいしょ。こちらの釜は釜でお鍋でもいいし、お吸い物でもいいし、塩焼きでもいいですし。で、頭は半分になし割りして、お煮付けかな。でも今やると包丁の切れ味が落ちちゃうので、一番最後に。じゃあ3枚おろしやっていきましょう。まずお腹側1本。骨に沿わせて中骨まで。で、背中側。であと尾の方の身を外して、あとは尻尾を持って、せーの、1枚ゲット。ちょっと身が残りましたね。下手くそだな。で今回他にもおかずはありますので、食べきれる分だけということで、こちらはまた後日、もし近隣の方が欲しいって言えばあげようかな、おろした後に。よいしょ。でさっきビビビビビってやった時にちょっとしくってこれ何本か骨が残っちゃったので、ちょっとそこだけ外してあげて、あとここのお腹の膜も。じゃああと背と腹を分けちゃって、これで骨なしノンストレス状態で、お腹のこっち側もうほとんど身がなかったので結構大きく取っちゃいました。で結構もうこの辺くらいまでペラペラなので、ここは唐揚げじゃなくて別の揚げ方にしようかな。じゃああとは唐揚げ用に適当なサイズ感にブツブツブツとサイズ感が揃うようにできるだけ大きさを揃えてあげながら。じゃあこちらのメインの方の身はあと本調理の時に下味につけて衣つけて揚げるだけで、タラの皮そんなに硬くないなと僕は思うのと、この皮もねなんかゼラチン質というかプルプルと美味しいので、もう僕はそのままつけてるんですけど、もしちょっと気になるなっていう方は皮引かなくてはいいと思うんですけど、ちょっと切り込み入れてあげるとかしてあげたら食べやすくなるのかな。まあ多分必要ないとは思いますけど、食べる方に合わせていただいて。っていうかタラはいいですね。身を分ける時に腹骨ババババってやらなくていいんで、包丁のダメージが少ない。研いであげる必要すらない。もし頭なんかを割らないんであれば。はい、よいしょ。ちょっと刃の部分怖いな。でもあまり身のないこの部分を外しちゃって、で扱いやすいサイズ感にこちらでお煮付け用で、先ほどのお腹のペラッペラのところ、ここはまずは大葉、で梅干し、軽く叩いて、あとは皆さんお察しの通り、あとは丸めて
んで串打って、これで揚げようかな。ちょっと強めで片栗粉を打って、これが美味しいかどうかは知らない。以上、これにてタラの仕込み終了。というわけで、洗い物をしているうちに、アラの鬼漬け、こちらも出来上がっちゃいましたね。これはお夜食かな。ちなみに僕の比率は、だし、醤油、酒、みりん。これがだいたい10対1対1対1から12対1対1対1。このくらいの比率の煮汁で煮詰めて、だいたい15分から20分、アクを取りながら。ちょっと脱線しちゃいましたけども、続きやってまいりましょう。では続きまして、まだ主菜、メインの下準備です。今回唐揚げに使うタラ。やっぱりこの時期って白子なんかにも栄養を持っていかれるでしょうし、タラ自体が結構淡白なお魚なので、ちょっとソースが欲しいということで、今回のソースはこちらです。春菊のソースで、今回ソースに使いたいのはこっちの茎ですので、まず一旦全部の葉っぱをブチブチと。こっちはすまし汁に使おうかな。じゃあ今からこちらの春菊の茎を一度さっと塩茹でしていくんですけど、塩茹でする前に冷たい氷水をご用意ください。余計な火が入らんほど一気に冷ましてあげたいんですよね。どうしても火が入りすぎちゃうと色が悪くなっちゃうので、ほうれん草と一緒ですね。じゃあ軽くお塩。じゃあ無事沸きましたので、春菊の茎いってらっしゃい。時間的には1分から2分くらいのさっとで、細いものは1分で、太いものは2分って感じかな。もちろん物にもよりますけど、無事熱が取れたら巻きすに取ってギューッとで、一度水を捨ててもらって、軽く薄口醤油で今一度ギューッと無事醤油洗いまで済ませたところで、あとはこちらをみじん切り。みじん切りというか小口切りかな。これで春菊自体の下準備は OK。 やっぱ醤油洗いまでしてあげないとこの後多分味がぼやけると言いますか、ちょっと薄まっちゃうので、ぜひ醤油洗いを行ってください。で一応鬼漬けもできましたと。あとは針生姜をあしらけばあっという間に鬼漬け。じゃあここからはもちろんこのままの春菊ではソースにならないので、こちらをソースにしていきます。ではそのために必要なものがせーの、こちらからおだし、お酒、みりん、くず粉で、今回の比率がこちらから10対1対1対適量です。でこのままだと何も塩分がないんですけど、先ほど春菊を醤油洗いした時の塩分がまだ若干この中に入ってますので、一度これらを合わせてみて、で最後のお塩で塩分調整っていう感じにします今回。でこちらのくず粉なんですけど、もしなければ全然普通の片栗粉で。ただこちらの片栗粉ってじゃがいものでんぷんですので、結構でんぷんが強いというか、とろみなんかもすごくつくんですけど、こっちのくず粉ってそこまでとろみ能力強くないんですけど、なんて言ったって舌触りが滑らかだから、僕最近くず粉にハマってます。でちょっとせっかくなので、今話に上がったこちらの片栗粉とくず粉、もともとこちらの片栗粉って片栗っていう植物の球根だったっけ、そちらを使って作られてたんですけど、もう今はほとんどここにバレー書でんぷんって書かれてある通り、このバレー書ってじゃがいものことですんで、今はもうほとんどがじゃがいもで、こちらのくず粉、僕が使ってるやつはここに本くずって書かれてあると思うんですけど、これは正真正銘国産のくずの根っこから作ったでんぷんで作られてます。これただ実際くずってかなり高いので、結構出回ってるくず粉ってここに甘藷でんぷんって書かれてあるように、この甘藷ってさつまいものことなんですよ。だから結構スーパーなんかで見かけるくず粉はほとんどもさつまいもだと思います。ちなみにこの本くずの一番いいと言われてる吉野くず、そちらのくずを使って今回みたいに作るものを和食の世界で吉野仕立てっていうらしいですよ。じゃあちょっと横道にそれちゃいましたけども、レッツとろみ漬け。じゃあお鍋に全部加えて、くず粉以外をで一度こちらを沸かして、でこの間にくず粉と大体同じぐらいの体積の、お水を加えて、
くず粉片栗粉と違ってちょっと溶けづらいので粒なのでしっかりと溶かしてあげて、あとは沸いてきたお鍋の中をくるくる回しながらこれを入れるだけ。優しくタラッと垂らしながら。でこちらのくず片栗粉と違ってそんなに強くないので、なんか一回一回火を止めてとかそこまでする必要はないと思います。そんなにダマにもならないので。今これでこんな感じのとろみですね。でこちらのくず粉も粉物ですので、粉っぽさが残らないようにちゃんと火を入れてあげて、ちょっと全体的に澄んでくればこれで終わり。無事粗熱も取れましたので、これを春菊に加えて、ちょっと味を見ながら皆さんのお好みに染めてあげてください。僕はちょっとね、もうちょっとお醤油の香りあっていいかな。あとはお塩で塩分調整。これで鮮やかな春菊のソース完成。ではここまででお吸い物とメイン、こっちの方の仕込みはもう終わりましたので、あとはもう白子に関係することのみですね。テンションが上がってきましたね。で有名な話ですけども、白子って1個にこうつながってますので、これをまずバラバラにしていきましょう。バラバラにするときはこのひだひだを切るんじゃなくて、全部の白子こういった筋で全部つながってますので、ひだひだを切るんじゃなくて、この筋を切ると外れますので、普通に触ったらこれだなってすぐ分かると思いますんでね。だいぶ硬いので。で今日はせっかくなのでちょっと大ぶりに切っていきます。できた。白子を端っこからこうバラバラにしていくと、結構中心部分の方にこういうぶっとい筋の塊があったりするんですよ。これですね。実際これも湯引きポン酢なんかにするとコリコリして僕は結構好きなんですけど、どうしてもこの白子の柔らかいクリーミーな食感とここの筋の食感が全然違うので、できるだけこの太い筋は入れないようにしながら、そういった心持ちでパツパツパツと。じゃあこれで白子の分解完了。でここからの作業は、白子の臭み抜きですね。僕の最近のはキンキンのお水にお酒ドボドボ。このお酒が臭み抜きですね。でこのまんま洗っちゃうと浸透圧の関係でこの白子がブヨブヨになっちゃうので、軽くお塩。逆に入れすぎても白子の水分が抜けてカチカチになっちゃうので、気持ち振り回す程度。あとはここに白子をドバドバ。あとはこのまんま約5分経ったら一度取り上げて、で先に白子ポン酢から仕上げていこうと思うんですけど、こちら今お鍋に昆布を入れて80度ぐらいまでぬくめてます。あとはここにお酒、あとはずっと80度をキープしてもらって、あんまり火が強すぎると白子がポソポソになっちゃうので、優しい火入れで湯がく時も優しくお姫様を扱うように。どんぐらいかな、23分くらいかな。あんまり生すぎるとどうしてもアニサキスが怖いので、タラは23分入れてあげたら OK。 よいしょ。でもほんと可愛いですよね。こんなペチャっとしてる白子がキュッと締まってコロコロになるの可愛いわ。よし、じゃあ無事に茹で上がりで、僕は白子ポン酢はキンキンに冷やしたいので、ペーパー引いて白子で、また軽くペーパー引いて白子。あとはこれを冷蔵庫でキンキンに。で今回の白子ポン酢のポン酢、こちらさっきババッと作っちゃったんですけど、こちら柚子ポン酢となっております。一応こちらの比率が濃い口醤油、煮切った酒、煮切ったみりん、柚子果汁、米酢、お砂糖で、この分量が3対2対1対2対1となっております。でその分量で合わせたものにお砂糖を1つまみで、だし昆布と鰹節が入ってます。で最低でも12時間ぐらい寝かしたかったので、ちょっと先に作っちゃいました。あとはこれをこしたら出来上がりです。で今湯がいてこのお鍋の中ちょっと沸騰させてちょっとアク取りしてみたんですけど、十分昆布だしとしての役目を果たしそうということで、ちょっと僕かねてからやってみたいことがありまして、若狭焼きだからっていう和食の焼き方があるんですけど、簡単に言うと塩焼きです。食材にお塩を振って焼くのが塩焼きで、若狭焼きがこの昆布だしとあとお酒とお塩、人によってまちまちと思いますけど、なんかそういったもので作った塩味の昆布だし、それを食材にかけながら焼いていくって焼き方が若狭焼きっていうんですけど、ちょっとそれ今回やってみようかなと思いまして、ちょっとこちらの昆布だしを使っていこうと思います。何事もチャレンジで、普通若狭焼きって普通お店なんかで焼き台なんかで串打ちしたものを焼きながらで若さじを塗っていくと思うんですけど、今回はこちらの昆布を使って白子の昆布焼きにしながらタレを塗っていくっていう、そういうスタイルでいってみようかなと思います。なんか美味しそうじゃないですか、昆布&昆布。よっしゃ、では
今回の若さじに使っていく材料たちをせーの。こちらから昆布だし、日本酒、お塩で、今回の分量がこちらから1対1対お塩が約 6% 分。これらを合わせた時に全体がだいたい 6% くらい、厳密じゃなくても。で、海水の塩分濃度がだいたい 3% から 4% くらいですんで、結構しょっぱいです。とはいえ醤油よりかは全然しょっぱくないですけどね。じゃあ液体2つを合わせて、でも約 200g なので、だいたい 12g ぐらい、厳密には違うんでしょうけど、一応これで若さじ完成。ちょっと舐めてみたい。しょっぱい。じゃああとはいよいよ白子を焼いていくだけっていうところで、今のこの現状をおさらいしましょう。ご飯あと炊くだけ、お吸い物多分あと5分くらいで終わります。タラの唐揚げあと揚げるだけ、白子ポン酢盛り付けるだけ、焼き白子焼くだけ、納豆混ぜるだけっていう今こういう状態です。ですのでここからいよいよ本調理に入っていきます。じゃあまずは白子ポン酢、こちらから仕上げていきます。ちょっと見栄え的にこの鷹の爪の種は除いて、で今回の大根は辛味大根。じゃあここの隙間にセッツ。辛味大根ってそんなに水分が出てこないんだ。面白い。一般的な大根だったらここで一回ざるにあげて水を切ってあげてください。多分びしゃびしゃになってると思いますんで。じゃあ一応これでもみじおろしは完成しましたので。で、ごめんなさい、今回僕本当に白子ポン酢を作るなんて全く想定してなかったので、あしらいが全くないんですよ。なのでちょっと貧相になっちゃうんですけども、ここに今回の柚子ポン酢、上からかけない方が綺麗やな。んで刻みネギ、んで最後にもみじおろし。これで白子ポン酢完成。じゃあ続いて焼き白子。はい、昆布ひいて、んで白子のっけて、で今回の若さじとハケで塗りたいんですけど、今ハケを切らしてるのでちょっとかっこ悪いけど、この油ハケちょっとこれを代用して、あとはこちらを魚焼きグリルにセットでいってらっしゃい。はい、お帰りなさい。じゃあ一度ちょっとこちらを裏返して、で今一度若さじ、ちょっと張り付いちゃいましたけど昆布に。では改めていってらっしゃい。本当はかっこよく盛り付けたかったんですけど、なんだろう、昆布に張り付いちゃったので、もうしょうがない。せーのドン。だいぶひどい見た目をしておりますが、一応焼き白子。じゃあ続いてすまし汁。まずはこのお椀の底に今回登場したこちらの柚子ポン酢、これを作る時に使ったこちらの柚子の皮、ちょっとこれがもったいないので、ちょっと裏側のこのなんていうの、ふさふさしたところ、ここをちょっとお掃除してあげて、どんぐらいかな、このくらいだけそこにポイッと置いといて、こちらまた使います。でもって今回の春菊のソースで外しちゃったこちらの葉っぱ、こちらをすまし汁とは別のお鍋でさささっと塩茹でしてあげて、でここに今回唯一きれいに取りそうなこちらの焼き白子、これをポイッと、でもっとあられも振っといて、あとはここにぬくめ直した炊事を加えるだけ。これは食べる直前に。ではあと残すは一つのみ。今回の唐揚げの本調理で、こちらまだ何も下味付けてませんので、まずはちゃちゃっと下味付けから。では参ります。せーの。こちらから濃い口醤油、薄口醤油、お酒、みりん、生姜で、今回の分量が 0.5 対 0.5 対1対1対適量なので、この濃い口醤油と薄口醤油を1個のお醤油として考えると同じく1対1対1っていう感じです。じゃあこれらを全部合わせて、こちらの生姜に関してはおろして、
こちらの絞り汁だけギュッと。じゃあタラの身を加えて、漬け込む時間は約10分。多分あんまり長く漬け込んでも今回春菊のソースがありますので、こっちにも塩分がありますのでちょっとしょっぱくなるかなということで、今回は10分間だけです。でこっちの串に関してはもう梅干しの塩分があるので、もうこのままでいいかなと思います。で今回の衣は片栗粉が1に対して米粉が1、カリッと上がってくれる片栗粉とサクッと軽く上がってくれる米粉をブレンドして、ちょっと今回はライトな感じでいきます。では10分経ったので一度こちらを引き上げて、全体にうっすらまんべんなく行うって、てかあれですね、多分このままだと衣が多分つかないので、一度さっとくぐらせて、でお粉に入れよう。あとはこちらを揚げるだけで、ちょっと話はそれまして、結局もう半身のタラもおろしちゃったんですけど、お裾分け用に反対側のこの腹ものところ、ペラペラのところ、ここを軽くお塩を打って、でグリルにぶち込んで、ちょっと上火強めにして、で皮面こんがりさせて、あとはこちらを今回のお椀の中にポイッと、ちょっと贅沢な感じになりました。じゃあ本筋に戻りまして、はい、いってらっしゃい。今油の温度は175度ですね。で揚げ時間はだいたい5分から6分くらいで。うまくカリッと揚がったかな。このまんまでバカほどうまい。やっぱタラっていい意味でもそうじゃない意味でもやっぱこの水分量が多いお魚だから、もうふわっふわですね。綿菓子みたいで、盛り付け的に季節のお野菜の素揚げも添えたいので、まずはさつまいも、でごぼう、こちらはお野菜なので160度低温でじっくりと。じゃあ最後ちょっと火加減上げて、美味しそうな揚げ色がついてくれば完成。よし、じゃあレッツ盛り付け。こっちには文字を、でこっちには今回の春菊ソース、で最後に柚子の皮、これをパッ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 パ。あとは秋なのでうちの実家のもみじ、はい、これでタラの唐揚げ完成で、実際あと何切れ、この唐揚げがあと6つ残ってるんですけど、今揚げると間違いなくもう冷めるので、そういうの食べる直前に揚げて持ってきます。実食の方に。じゃあこれにてラスト、今回の主役納豆。皆さんこれいつからタラの動画と勘違いしてました？これは納豆の動画ですよ。じゃあ一旦こちらを全部一気にせーの、そしてこれをさらに一気にせーの、よし、あとは混ぜよう。ああもうたまんないね、納豆のいい香りで、タレだば。はい、というわけで、はい、これで納豆ご飯定食の出来上がりです。では実食編へ行こう。というわけで無事に完成しました。納豆ご飯定食とは、完全にこれはたら御膳ですね。でもしょうがないんです。納豆で賞味期限短いから、多分今日食べなかったら僕は賞味期限内にこの子を食べてあげる自信がないんです。で焼き白子はもう一回温め直しますんで、今電子レンジの中にポイって入れてます。また後ほど。で冒頭に1点、今日は帽子をかぶらせていただきます。ちょっと今日髪の毛の治安が悪いんです。だいぶマナーは悪いですけども、じゃあならばいただきます。じゃあまず初手安定のお口の潤い。じゃあまず今回の炊事をダバーで、まだ中の具材がぬくもってないので、ちょっと蒸らしてあげながら5分ほど放置。では開封。めっちゃいい香りする。まず来るのはあれですね、最後に加えたタラのハラミのところの炙ったやつ、香ばしい香りがしますね。でその奥に鰹節、
でもちゃんと柚子もいる。後ろの方からこそっと覗いてますね、柚子がね。うまっ。これはね、ダメですね。うまっ。いや、春菊めっちゃ合うんですけど、このお腹の方の身に関してはもうほとんど身がないので、しかも結構焼き目つくまで結構しっかりと焼いてるので、こっちのただの唐揚げみたいにこう身のふわふわとかはなく、逆にちょっとシコシコで本命の白子。これは家で食べちゃいけない味がする。これが当たり前になっちゃいかん。めっちゃうまい。今ちょっとこちらの数字だけいただいたんですけど、やっぱ全然違うんですね。さっきのを飲んでからだとなんかすごく素朴に感じる。やっぱ白子とかタラの実とかそういったいろんなエキスが出るからでしょうね、この中にね。ただもうそういったものはないので、今あるのは柚子の皮と、あと春菊の葉っぱ。で、あられ。一気に美味しくなった。で、まだ水蒸は若干残ってるんですけど、とりあえず一旦こちらは置いといて、先にこっちが食べたいんです。約10分ほど前に揚げてきたタラ、まだあったかいうちに。で、今回の春菊ソースダーバー。うわー、きれい。いや、これもっとソースべしょべしょにしていいですね。これそんなに強くないので、がっつりのせて。いや、これなんて言ったらいいのかな。今回そんなに主張が激しいように作ってないので、なんかこのソースが入ることで劇的に変化するっていうわけではなく、何もつけない方は香ばしくて美味しいし、こっちの春菊の方はちょっと柚子の香りが入って、で春菊のフレッシュな香りもして、で食感も増えてよりさっぱりする。僕はもう断然こっちですね。このソースめっちゃうまくいった。じゃあ続きまして串の方。同じものがあと500本欲しい。まあそれは美味しいよねっていう味です。まずくなる要素がないですもん。やっぱりタラ自体がその独特の強い香りとかを持ってるわけでもないので、すごく淡白で身の柔らかいお魚なんで何にでも合いますよね。でちょっとこちらはまた後ほどいただくとして、この時期美味しいごぼうとさつまいも、こちらはお塩で。本日も異常なし。でさつまいも、こちらが宮崎県産の確かシルクスイートだったかな。綺麗ですよね、色がね。ホクホク。噛めば噛むほど自然な甘さで、今回もう揚げちゃってるので、表面にこの揚げたことによる食感、そういったものが生まれちゃってるので、このシルクスイート自体の良さってあんまり出ないかもしれないですけど、やっぱなんていうのかな、舌触り歯触り喉越し、ほんと滑らかですよね、シルクスイートってね。なんか年々年を重ねるにつれて芋が好きになっていく。芋は酒に合う。じゃあ次白子ポン酢いこうかな。今日は唐揚げだったり白子だったり、こういったもので一度飲んでアルコール的に満足して、最後の締めとして納豆いきましょう。だから多分後半部分かなり早送り多くなると思います。特に食レポすることもないので。でもこれは美味しいの確定なんですよね、白子ポン酢。あとなんかこういったほじそうなんかもあるとね、なんか見た目もそれっぽくなりますよね。これ皆さんの知ってるこのしその穂です。穂、こちら普通に食べれますんでね。で、優しいしその香りします。では私行ってきます。いい時期になりましたね。もう原点にして頂点。いやもうこんなのお酒が止まるわけがないですよね。無限ビールが始まる。じゃあちょっと体に鞭を打って、しっかりと塩分を取りつつ、しっかりと明日もむくみましょう。
では僕はちょっとここで自分の世界に入ります。白子ポン酢も終わってしまいましたね。じゃあ続いてあれ持ってきます。そうい焼き白子んでですね、今ぬくめ直してきたんですけど、明らかに水分抜けてべちゃっとなってるんですよね。僕完全に失念してましたけど、普通に考えて今度乾物の昆布の上に白子乗っけたまんまやったら、それは水分持っていかれますよね。おかげで昆布がしなしなしてますもん。今回は盛大に失敗した。でも香りはもうそれこそかき小屋とかああいった香り。これ取れるかな。よいしょ。いや、味はめっちゃ美味しい。味はものすごい美味しいですけど、食感がダメですね。まあそれはそうだって話ですけどね。硬くなっちゃった。いやでも味は美味しいのよ。で、今回若狭焼きの要領でかけながら焼きましたけど、この焼き方でも全然塩分乗りますね。今でちょうどいいぐらい。多分 0.8 とか 0.9 とかそのくらいの塩分濃度ですね。今の僕のこの焼き白子、どういった食感かっていうと、僕の知ってる焼き白子って焼いて表面が固まったところ、そこをパンと弾いたら中からすごいクリーミーなジュースがビャンって出てくる感じなんですよ。もうそれこそ白子ポン酢並みの。でも僕の方はですね、山ウニ豆腐の味噌漬けにしたものが山ウニ豆腐ってあるんですけど、ああいった感じのベルの上にねとーっとまとわりつくような、そんな感じです。思いっきり失敗してますけど、これはこれで美味しい。じゃあこの辺でおいしょ。はい、締めのお時間です。てか何年生きてきてもこの風景は大好き。炊きたてご飯のこの光景。ちなみに今回もご飯は麦飯ですね。しっかりと食物繊維を取らねば。よいしょ。よく考えたら僕あれかもしれないですね。この普通の納豆ご飯食べるの動画で初めてかも。なんかすごい新鮮。はい、僕と同じく納豆好きの方からしたらたまらない光景。やっぱ納豆って美味しいよね。ああ、もう無限にいける。うわー、なんだろう、なんかようやくお腹が満たされてきた。てかちょっとすいません、もうお腹ペッコペコなので、ちょっと一旦食没。というところで、あんだけいっぱいあった納豆もですね、あと約1杯分になってしまいましたので、ラスト1杯で、お吸い物も補充して、でもまずはまたこちらが残ってるので、まずは締めの締めのビールですね。やっぱ何回食べても味は美味しいけど食感が独特なんよな。よいしょ。というわけで本日はこちらがラスト1杯ですね。てなわけでして、ごちそうさまでした。いやー、分かったね。今回は嬉しい誤算からちょっとメニューを変更してお届けしましたけど、やっぱ白子は美味しいね。でまたずっと欲していた納豆もこんだけ食べられて、もうまさしく幸せでございます。でまた今回の動画で僕が何をお伝えしたかったかっていうと、この時期結構タラって並びますので、スーパーとかにタライコール白子っていうイメージありますけど、今回の唐揚げみたいなタラってものすごく美味しいお魚ですんでね、この時期の身であっても、もし皆さんのレパートリーが1個でも増えたらいいなと思います。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。